はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの踊る夏子です。はい、ですね、今日は腹肉と重心と自己肯定感一体何の話だという感じですけど、この全てがねつながっていたという発見がありましたので、腹肉ってもちろんこのお腹のねお肉のことです。で、重心っていうのはこう体のポイントをどこに置くかっていうことですね。で、自己肯定感はこの自分を自分でいかに認められるかということかなと思います。初めて見た方のために、私この3年ぐらいうつ病にかかっておりまして、もうね治った詐欺ですね。治りました治りましたってねずっと言ってきたんですけど意外とね治ったようで治ってなくて、こう人の悪口を聞いたり何かこうネガティブな発言を聞いたりするとパニックを起こしてしまったり、治ったようで治ってないんですね。あとはちょっと人がたくさんいるところに行くとものすごく過敏になってしまったり、だからこうあんまり外に出れなかったり、一番ひどい時はもうとっくに住んでるんですけど、治ったようでいてなんか治ってないというか、こう一日意欲が持てなくてずっとゴローンとしてたりっていう時もあったりするんですけど、ただ基本的には元気なんですよ。わかりづらいですよね。まあそんなだったという前提があって、でこの10月、今日11月なんですけど、10月はもういろいろなことをすっぱりとこう諦めてというか、一つだけに絞っていろいろなことを全部休んだんですね。でこう自分をゆっくりさせようと思いまして、はい。でそんな10月が終わりまして、なんかいろいろ気がついたことがあるので、今日はその腹肉と重心と自己肯定感という3つに絞ってお話ししていこうと思います。はい、というわけでまず10月は10月一つだけ目標にしてたのは、私なんとねボイストレーニングの発表会に出たんですよ。はい。でまあこれが腹肉と関係のある話でして、ボイストレーニングを始めたのはね今年の1月か2月だったと思うんですけれども、それからこの10ヶ月間の間、私は息を深く吸うということをするためにお腹の筋肉をね緩めてきたんです。それはどういうことかというと、私はこうダンサーとしてずっとこの割れた腹をしてたんですね。ここで洗濯ができるぐらい腹が常に割れた状態でいたんですよ。で別にそれがアイデンティティだったわけじゃないですけれども、そのもともとバレエをやってたこともあって、体を作るということがなんかこう義務のようなベースにそういうものが多分あったんでしょうね。でそのお腹まで深く息を吸い込むとお腹が膨らむじゃないですか。でその状態がなんか受け入れられなかったんですよ、初め。でそれに気がついて、はあ、呼吸を深くするとお腹は膨らむんだっていうことが分かって、でそのお腹が膨らむまでにものすごい手順がかかったんですね、初め。でどれだけ無意識にこう体を絞る方向に行ってたのかなと思って、お腹を緩めるっていうことを常にやってみたんですよ。そしたらお腹ってプニプニしてくるんですね。
ダンサーのお腹がプニプニしてていいのかって思っちゃうんですよ。私ダンサーなので。でもまずその息を深く吸うっていうことを無意識にできるようになるためには、お腹を柔らかくしないとなんかダメだなと思って、プニプニ、そして全身をちょっと柔らかくしないといかんのではないかと思って、とにかく力を抜いてリラックスするという体の状態をなるべく作るようにしてたんですよ。でなんかそう言うとすごく積極的に聞こえますけどちょうどうつ病もあったので、こう何にもできないやっていう時に無理して何かしようと思わずに、何にもできないやっていう日は本当にゴローンってしてるようにしたっていうぐらいなんですけども、でその時に呼吸を深くするようにしてたんですね。であとは毎朝うちの猫が朝だけものすごく私にニャオニャオ言ってくるので、その鳴き声を反復してコール&レスポンスで「ニャーン」って言われたら「ニャーン」「ニャーン」「ニャーン」って繰り返すっていうことを毎朝ずっとやってたんですけど、そういう風にしてだいたい10ヶ月ぐらい、しかもラストの1ヶ月本当にゆっくりしてたので、本当にお腹がプニプニになったんですね。ちょっと私自分で触って恥ずかしくなっちゃうぐらいお腹がプニプニになったんですよ。なんか別の人みたいなんですよね、お腹がプニプニな私っていうのは。でなんだけれども、そこですごく気がついたことが、私はその鍛えてある私しか認めてこなかったんだなっていうことなんですよね。こう常にこう何か成果を上げられる準備ができていますという私、もちろん必要なことではねあったんだろうと思うんですけれども、このプニプニなお腹の自分を認めるっていうのはちょっと初めての体験です。でそうそう、昔20代の頃に過食症になったことがあって、その時は本当に自分を認められてないからこそ過食症になってるわけで、全くそれを肯定してたわけではないんですね。でそれとは違って今回はこの言い訳もあるんです。その歌を歌うために声が出やすくなる、呼吸をしやすくなるためにお腹を緩めてるんだっていう言い訳があって言い訳っていうか、両方の目的が合ってたので、お腹はプニプニでもいいんじゃないかっていう風にね認めることができたんですよね。であともう一つ、そのプニプニのお腹と自己肯定感という話で言うと、歌の発表会に出るというその生徒の役割に自分がなったことでものすごくケアされる体験をしたんですよ。私は普段どちらかというとお膳立てする側にいて、なんていうかそちらが当たり前にいる立場だったので、割とずっとそうだったんですね。でなんかそういうふうに全てお膳立てしていただいて、体調や何かこう精神的な状態にも気を配っていただいて、終わった後にも励ましていただいてっていう、なんかこう本当に温かく見守られて挑戦させてもらうという体験を
して、なんかすごく安心したんです。うん、何かがこううまくできなくてもチャレンジすることを支えていただける立場っていうのがあるんだなとか思って、はい、もちろんね今までいろいろな人に支えられてきてるんですけれども、その前提として自分が独り立ちしてるというか自分から提案しているというか、なんていうか自分が責任を持つよというような、立ち位置にね身を置いていることが多かったんじゃないかなと思うんですけど、そんなこともあって、そのプニプニのお腹を私が認めるっていうことをしただけなんですけれども、こういろいろなケアをされて挑戦ができたというのは私にとって大きなこの安心になりました。はい、はい、でそれがプニプニなお腹とはタイトル違いましたよね。腹肉か。腹肉と自己肯定感という話なんですけれども、でこれがその重心の位置ということともすごく大きな関わりがあって、私ねやっぱり重心がかなり高くて胸にすごくこう緊張があったんですよ。胸と首に多分とても緊張があって、高い位置に体をこうキープしながら踏み鳴らすタイプの、軽やかには踊れますけれども、どちらかというと低く落とすということをあまりしてきてなかったんだろうと思うんですね。でそれがその心地よい声を出すためには重心を低くしていく必要がある。でそれをどういうふうにやると実現できるのかということをこの10ヶ月ぐらいやってたんですけれども、それとそのプニプニお腹は関係があるんですけど、でその息を深く吸って足の方に力を、で足なんですよ。私タップダンスも多分かなりずっと軽く踏んできてたのですごく重い音であまり使ってきてないんですね。でそれも自分の中で夫の種類を増やすという選択肢が広がることになるので、その一旦プニプニお腹を受け入れて歌とタップと両方にこの重心の低さっていうのをこなんていうんですかね、使えるようになりたいなってすごく思ってるんですけど、でちょうどね昨日お能を見たんですよ。で能とイギリスのコンテンポラリーダンスとのコラボレーションという舞台だったので、コンテンポラリーダンスとその能にインスパイアされたコンテンポラリーダンスとお能そのものと両方を同時にこう見る機会があって、ですごくよく分かったことがいくつかありまして、そのコンテンポラリーダンスの方がお能にインスパイアされて動いているけれども重心はやはり高いんですよ。その一般のバレエとかよりはずっと低い印象は受けますけれども、どんなに膝を曲げて腰を落としていても重心は高いんだな。それに対してお能のしての方の低いというかね、なんか地面に吸い付いているような感じなんですよ。宙に浮いてなくて地面に吸い付いているようで、でも重たくはないっていうすごく不思議な状態を見て、で足拍子をね踏み鳴らす時の重さにびっくりしたんですよね。
というようなことで、その重心の低さっていうのはこういうふうにゆったりとした何か朗らかさがあるものなんだなっていう印象を受けました。そして重心が高いとやはり軽やかだったり繊細だったりとかいう印象を受けるものなんだなと思って、私はその両方を、使いこなせるようになれたらいいなって思っているわけです。はい、はい、やっと話がね全部つながった感じだと思うんですけれども、ということで今の私はねお腹が残念ながら洗濯板のように割れてなくてプニプニしてるんですけれどもだけど声はね出しやすくなってるんですよ。昔はね1年前はまだ声が出づらいな、私本当に喉が詰まったように良くなるよなって思ってたんですけれども、あとはね何かこう人と話をするっていうのが多分あんまり得意じゃないんだろうなって思ったんですね。こうやって多くの人に向かって話す方が話しやすいんですよ。1対1とかだと大丈夫なんですけど、なんか何人か人がいて誰が話しててみたいな時にいろんな人の感じてることもちろんずれてるじゃないですか。今この人と話しててあの人が退屈そうだなとか、この人の話あの人嫌に思ってないかなとか、そういういろいろなことが気になっちゃってであんまり集中して話せないんですよ。だからある意味コミュ障でもあるんだなってなんか思ってきたんですけどそんなことねこれまで気がついてなかったんですが、はい、ということでちょっと長くなりましたが、今日は腹肉と重心と自己肯定感についての気づきでした。少しずつね安心感とともに重心がこう落ちていって呼吸が深くなっているように思います。10月かなりのんびり過ごしたのでとても安心して過ごしていて、安心してる中でチャレンジもして発表会で歌を1曲歌って、今の力はこんなもんかなっていうね出来でしたけれども、それを糧にまたね次のチャレンジへと、はい、進んでいこうと思いますということでした。はい、聞いてくださってありがとうございました。それではまたこの先も頑張っていきますのでどうぞ応援よろしくお願いいたします。それではまたね。